ホルムズ海峡の封鎖状況が今後どうなろうともアメリカの知ったことではない。トランプ大統領はそのぐらいの言葉を吐き続けて、イランに対する攻撃を一方的に終わらせようとしています。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃。最新情報をもとにして情報の更新を行っていきましょう。今回の中東情勢の鍵を握っている人物は何といってもトランプ大統領。イスラエルもイランを攻撃しているわけですが、攻撃の規模としては圧倒的にアメリカ軍の方が大きいです。それだけにアメリカによる攻撃が終わるともなれば、ある意味、戦闘は収束に向かっていくこととなります。ただし、トランプ大統領が今の場面で戦闘終結について言及し始めたというのは、必ずしも全てがうまくいったからではなく、うまくいかないことが多いからこそ投げ出そうとしているようにも見えます。なお、トランプ大統領は今の攻撃について、イランの試みを阻止することができたかのような話をし始めています。それをもってして今回の攻撃は成功したんだから、このぐらいでやめてやるわ、みたいな話をし始めているわけです。ただし、この言葉が本当にそうなのか、事実は確認されていません。確かに、アメリカ・イスラエルによる攻撃は、すでに1万件を超えており、様々な兵器や施設に対する爆撃を行っています。海軍などはすでに全滅に近いような状態ですし、陸上においても防空施設などや軍需品の生産工場などに対する打撃なども様々加えられています。ただし、核開発の関連でトランプ大統領の言うように、もはやイランでは核兵器開発ができないぐらいのレベルで打撃を与えられたかどうかについては不明です。濃縮したウランについて行方がどうなっているか、そして核開発関連の技術者たちがどうなっているかなどについてはニュースとしては上がってこないからです。また、うまくいっていないという面においては、外交交渉も必ずしもうまくいっていないのではないかと言われています。トランプ大統領は繰り返しイラン側がある程度の妥協を認めるような合意がもうちょっとでまとまるような話をしています。実際にそのような話がまとまればまだいいのですが、どうもそうした話はまとまらないうちに一方的にトランプ大統領がもう軍事目標を破壊したんだからこれでいいわと攻撃をやめるという形でうやむやのままに終わらせようとしているような雰囲気があります。これに関してトランプ大統領はイラン側の合意など必要ないというような話もしています。つまり、外交交渉は一応は行っているが、何か合意しなくても破綻したとしても、一方的にアメリカがもう終わらせると発言して、それで引き上げればいいというような話をしているわけです。ただしその時に、ホルムズ海峡の封鎖状況が残されたとしても、これを打開するのは、もはやアメリカ軍の力とは関係ないというような話もし始めているわけです。そしてトランプ大統領は、自分の作戦やもしくは外交的な圧力がイランに十分伝わらなかったのは、同盟国、特に NATO 加盟国の国々の怠慢にあるという話をしています。ヨーロッパ各国というのは NATO 加盟国、欧米という一塊において友好関係にある国々であり、今回のイラン攻撃に対してもヨーロッパはもっと積極的に支援を行うべきだとトランプ大統領は話しています。ただし、アメリカ・イスラエルによる攻撃は特に根回しもなく一方的に突然行われたものですから、ヨーロッパにおいてもアメリカを支援する動きというものが十分に広がりませんでした。そもそも先制攻撃であり、これは国際法違反だという声もあります。反対している国々の中では、例えばスペインのように、米軍機が領空を通ることすら今回の件に関しては許さないと話をしている国もあります。また、ホルムズ海峡の封鎖状況に関しても、ヨーロッパが艦船をもっと出せばいいのにというような話をしているわけですが、そういった件に関しても反動が集まったわけではありません。たとえこの後、ホルムズ海峡の封鎖状況が続いたとしても、それぞれの国が自分で何とかするか、もしくはある程度の連合を組んで自分たちで何とかしろというような話もし始めています。実際問題、この後ホルムズ海峡の封鎖状況、たとえアメリカが攻撃をやめたとしてもどうなるかについては分かったものではありません。イラン政府は攻撃がやめばある程度の状況改善というものを考えるという話をしているわけですが、考えた結果としてホルムズ海峡に対する圧力を加え続けて、国際海峡であるという事実についてはもはやなかったものとして航行するタンカーについて全てイラン側が管理するというかもしれません。そしてここが厄介なところなのは、イラン政府がたとえ国際海峡としてのホルムズ海峡の封鎖状況を解除したとしても、革命防衛隊は考えが違うかもしれないという点です。
今回のアメリカ・イスラエルによる攻撃では、政府も革命防衛隊も国軍も全て攻撃を受けました。ですから、革命防衛隊が自分たちの収入を増やそうといえば、政府とは関係のない組織として動いて、ホルムズ海峡を通る船からの通行料をせしめようというような考えをしたら、たとえ表向きイラン政府がホルムズ海峡はもう航行できますよと言ったとしても、状況は今とあまり変わらない可能性もあるわけです。なお、トランプ大統領のヨーロッパに対する怒りは相当なもので、ここ最近の発言では、NATO からの脱退という話についても何度となく言及し始めています。ただし、これについては一つ注意点があります。トランプ大統領がよし、NATO から脱退だというような話をしたとしても、即日アメリカが NATO から脱退できるわけではありません。そもそも議会の承認といったものもなければ、NATO 加盟国としてのアメリカがどうこうなるわけではないのです。ただし、ここにも一つ落とし穴はあります。たとえ形として NATO に加盟していたとしても、トランプ大統領が NATO の一員としての活動をもはややめるというような実質的な凍結状態に移るということは十分可能なわけです。もしもそのようなことが起これば、一番喜ぶのは間違いなく欧米という塊そのものが完全に分裂するわけですから、これに対峙しているロシアなどは自分が別に何もやらなくても勝手に欧米が分裂するという意味で、非常に喜ばしい出来事だとして大歓迎することでしょう。また、ヨーロッパに対する関与をしないというこの方針もまた、ロシアにとっては味方することとなります。アメリカによるウクライナ支援がトランプ大統領に変わってからほとんどなくなってしまったという問題に関しても、今も影響は出ています。イランによる中東湾岸諸国に対する攻撃では、多くの対空ミサイルが消費され、これらの国々からアメリカ製の対空ミサイルを速やかに納入してほしいという話がトランプ大統領に舞い込みました。この時、アメリカの国益のためにという口実をもとにして、アメリカ製の防空ミサイルが中東湾岸諸国に優先的に回るように手配したとも言われています。これで割を食うのがウクライナです。ウクライナに対する防空ミサイル、買い手としてはヨーロッパがお金を出し合って購入し、ヨーロッパが買った後、ウクライナに支援するという流れとなっていました。この流れについて、順番後回しへとなったことにより、ウクライナに実質的に防空ミサイルが渡らないようになってしまう。さらにトランプ大統領は、ウクライナに関してはアメリカの国益とは関係ないとして、東部地域からのウクライナ軍の撤退により、ロシアによる占領を許すかのような厳しい条件での休戦交渉を行うようにと圧力をかけ続けています。そして、ホルムズ海峡の封鎖状況がなかなか解けないプラスアルファもう一つの不安要因としては、イエメンのフーシ派が対イスラエル攻撃で連動しており、この攻撃といったものがイスラエルではなくて、航海を航行する石油タンカーに対する攻撃へと切り替わってきたら、今度はホルムズ海峡プラス航海における航行遮断という2つの問題が同時発生し、アジア向けの石油輸出がかなり制約を受けることとなります。遠回りすることによって輸入はできても価格が高い状態が維持されることそれ自体が世界経済全体に対する打撃へとつながっていくわけです。特にそもそも石油が手に入らない、足りないという国々における打撃というものは非常に激しいものになってしまいます。ちなみにここまで散々トランプ大統領の行動に批判的な話をしてきたわけですが、一応最悪は避けられたという意味ではまだマシだったという見方もできます。というのもトランプ大統領が、とにかく押して押して押しまくれという風な態度でこの作戦を続けていたとしたら、イランの輸出9割を支えるカーグ島に対する上陸作戦や、もしくはホルムズ海峡周辺における上陸作戦を行うという、泥沼化するという危険性もあったわけです。2025年と同様にして結局のところ一方的に勝利宣言を行って、一方的にある時攻撃をやめて、あとはイランからの反撃が勝手に収まるのを待つみたいな、かなりうやむやな形になりそうだという話です。日本には直接的にこの件に関して大きな影響力を与えられるようなことはありません。パキスタン、トルコ、エジプトのように、イランとアメリカの間に立っての交渉の仲介役というわけにもいきませんし、かといって自衛艦を出せば、それでホルムズ海峡の航行がうまくいくというわけでもありません。機雷の除去という点に関しても、完全に戦闘が収まった後の話であれば良いですが、そもそも機雷と関係なく、イランが航行する船から
通行料をせしめるというような話へと展開した場合においては、それもまた自衛官の派遣に関しては大きな障害となるでしょう。ですから非常に回りくどい話ではあるものの、結局日本国内において燃料消費を抑えるような政策を打つぐらいのことしかちょっとできないのが現実です。公共交通機関の利用促進、そしてリモートワークの促進、そしてリモートワークを行うのであれば、自分の家での発電を行って、電力消費それ自体の社会全体での負荷を下げるような政策といったものも必要でしょう。最近ではこうした面においては、ペロブスカイト太陽電池の実用化といったものが、ようやく始まった段階で、それぞれの家の壁、屋根、窓ガラスなど様々なところに技術応用を行って、社会全体のありようについても新しい考え方を根付かせる良いチャンスに変えるぐらいの発想の転換も必要かもしれません。皆さんはトランプ大統領のイラン攻撃の終わらせ方、その見通しについての発言などをどのように受け止めているでしょう。ぜひとも感想コメントに書き込んでいってください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。